皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネルニューの競馬場です。今回は5月25日土曜日、京都競馬場で行われる葵ステークスの馬券予想を公開いたします。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ニューの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年5月25日土曜日、京都競馬場で行われる葵ステークス G3 の予想になります。それでは予想に移りましょう。今回予想するレースは京都競馬場11レース芝 1200m 葵ステークス G3 です。これが出走馬の期待値グラフになります。このレースはコーナーに向かって坂もあるから短距離だけどペースは落ち着くことが多いです。それもあって前目にいる子が残ることが多くて追い込み馬にはかなり厳しいレースです。グラフを見ると1着ゾーンを超えてる子もいるし、その付近にもたくさんいる感じで混戦しそうですね。もうちょっと下を見てみます。短距離戦の場合は期待値の変動が大きいことが多いけど、今回はそこまで変動も大きくないですね。それでは一旦一番下まで見てみます。このクリス・アーサー、エポック・ヴィーナスの2頭は前走で一気に期待値を落としていますね。この2頭はこの時点で消しでいきます。それではここから今回で1着ゾーンに届いてきそうな子だけに絞って推奨候補の子だけにしたいと思います。はい、これで推奨候補として6頭にしてもらいました。それではここから葵ステークスの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はピューロマジックになります。この馬はまだ1着ゾーンには届いていませんが順調に上昇してきています。金3走は芝 1200m 線で上げてきていますし、3走前の期待値は今回と同じ舞台の京都芝 1200m 線でのものです。同舞台で一番高い期待値はこのピューロマジックの3走前の期待値が一番高い位置です。前走の期待値はみんな僅差ですし、3走前での同舞台の期待値の高さを評価したいと思います。3歳限定戦ですので、ここで上昇する可能性は高いと思いますし、ここで上昇すれば十分1着ゾーンに届く位置まで来ています。そしてこのレースは前残りになることが多く、過去10年で見ても逃げ馬の成績は4202と勝率 50%、副勝率 75% でかなり優秀です。そしてこのピューロマジックはぐっと逃げて結果を残しており、前走のマーガレットステークスで逃げて2着と好走できています。前走は重馬場も影響して七尾に刺されてしまいましたが、今回は両馬場想定ですし、ここで逃げれば好走可能と見て、ここはこのピューロマジックが二重丸評価になります。次に丸評価はガロンヌになります。この馬の4走前はグラフから外れてしまっていますが、どんどん上昇して前走では1着ゾーンの手前まで迫ってきています。金2走は芝 1400m でのもので距離を短くしながら上昇しています。今回は初の芝 1200m 線にはなりますが、この期待値なら十分上位進出は可能と見ています。前走は京都の立花ステークスで走っている点も好材料です。前走は立花ステークスだった馬の成績は35125で勝率 8.8%、副勝率 26.4% で悪くありません。この立花ステークスで1着でしたし、この勢いでいけば上昇可能と判断しました。なのでここはこのバロンヌが丸評価になります。次に黒三角評価はエリカカリーナになります。この馬はまだ4回しか走っていませんが、走るごとに上昇しており、前走の1勝クラスで1着だった時に1着ゾーンに届いています。
新馬戦は芝 1600m でしたが、そこから距離を短くするごとに期待値も上昇していて、前走は初の芝 1200m だったにもかかわらず、1着ゾーンを超えている点からも、この 1200m の距離の適性が高いことがわかります。不安点は、馬体重が 420kg 前後と小柄で、この馬体重での勝率は、過去10年で見ると 0% です。勝ち切るという点では、乏しいデータにはなりますが、高い期待値にはいますので、ここはこのエリカカリーナが黒三角評価になります。次に抑え評価は、モズとキキと七尾になります。モズとキキは、よく見ると、4走前の期待値が、このメンバーだとトップの期待値です。しかもその4走前は、今回と同じ京都芝 1200m 戦でのものです。持っている能力は高いことがわかりますし、前走でも1着ゾーンまで届いてきています。騎手はこのモズとキキと相性の良い亀田騎手です。客室も前に行くタイプなので、このレース傾向にもマッチしています。前走でもなんとか1着ゾーンまで届いてますので、ここは勝負可能と判断できます。なのでここはこのモズとキキが抑え評価になります。もう1頭の七尾は、前走の期待値がダントツでトップに来ています。その前走は当然高く評価できますが、それ以外の期待値が低い点が気になります。今までは、やや重や重馬場での構想が多く、そもそも両馬場での実績自体が少なく、新馬戦で2着の時と、2走前の阪神ジュベナイルフィリーズで12着の時だけです。阪神ジュベナイルフィリーズは 1600m 戦ですし、期待値を見てもグラフを下回ってますので、ここは度外視できます。なので両馬場の短距離適性が未知数です。血統背景を見ても、両馬場でも問題ないと思いますし、前走は期待値トップまで来ていますので、その点からも抑え評価としました。あと1カ国では、3走前と2走前に1着ゾーンを超えており、その2走前と3走前は、この中でもトップの期待値です。前走で少し落としていますが、これは桜花賞で5着だった時のものです。なのでこの馬にとって、この芝 1600m も少し長かった可能性があります。2走前のフィリーズレビューで1着だった時は、逃げ残りで1着になっており、1着ゾーンにも届いているので、1400m という距離に適性が高い可能性があります。3走前は芝 1200m でしたが、やや重でのものでしたので、その点からも、阪神競馬場ややや重などのパワーのいる条件で構想するタイプの可能性があります。高い期待値を推移できていますが、今回の舞台は適正から外れると判断して、推奨候補までとしました。以上が、京都11レース、青ステークスの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場11レース青いステークスの予想をまとめます。抑え評価モズと引き現在12番人気七尾現在3番人気黒三角評価エリカカリーナ現在8番人気丸評価ガロンヌ現在6番人気二重丸評価ピューロマジック現在10番人気以上が京都11レースの予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。